シルバーフォックスライフへようこそ。今日はフロリダ&西カリブ旅行 Day5。 この日はウォルト・ディズニーワールドの中でも少し異色の存在、エプコットを訪れました。パークは大きく2つのエリアに分かれており、未来の技術や可能性を体験するエリアと世界各国の文化を再現したワールドショーケースで構成されています。教育的要素とエンターテインメントが融合したディズニーの中でも最もユニークなパークです。アトラクションの楽しさだけでなく、未来、技術、文化というテーマがしっかりと組み込まれていて、歩いてるだけでも発見がある非常に奥行きの深いパークです。そしてもう一つの特徴がそのスケール感。ワールドショーケースの外周はおおよそ2キロ。これは大阪万博の大屋根リングとほぼ同じ広さで、実際に歩いてみると想像以上に広かったです。今日は入り口付近にあるアトラクションを左、右、左と行き、ワールドショーケースの外周を左から右回りで回っていきます。今日は開園時間が9時、アーリーエントリーが8時30分で、実際に入園した時間も8時30分でした。アーリーエントリーこっちだ。最初はテストトラックに向かいました。朝8時38分に到着。待ち時間は40分でした。リニューアル後はよりデザイン、走行テストのコンセプトが強まり、近未来実験室のような雰囲気になっています。クライマックスは外周ハイスピードコースでバンクに突っ込んでいきます。バイクレーサー時代、デイトナで感じたあの独特の横 G と縦 G が混ざったような感覚がありました。今回のアトラクションでは時速100キロぐらいですが、当時は250キロでハイバンクを走っていたのが信じられません。今回は奥さんにも強烈な縦 G を体験してもらえてよかったです。普通に生きていても横 G はありますが、縦 G を感じることはまずないですからね。And together, we keep moving forward, finding new ways to drive to a brighter tomorrow. Ready to see what else lies beyond the horizon? Let's go! とても爽快でした。すごい。Our test drive might be complete, but just これ本当デイトナは次はソアリン Around the World です。9時25分に到着、待ち時間5分でした。巨大なスクリーンの前で宙に浮かびながら世界中の絶景を巡るアトラクションです。足元が浮いた状態で風を感じながら進むため、まるで本当に空を飛んでいるような感覚になります。映像の美しさも圧倒的で、エジプト、パリ、中国など世界の名所を一気に巡ることができます。さらにそれぞれのシーンに合わせて香りが変わる演出もあり、五感すべてで楽しめる構成です。
次はお隣にあったリビング・ウィズ・ザ・ランドです。9時55分に到着、待ち時間は5分でした。ボートに乗って進みながら農業や環境技術を学べるアトラクション。一見地味に見えますが、実際にディズニーで使用されている栽培技術が紹介されていて、エプコットらしい学びと体験の融合がしっかり感じられます。水耕栽培や垂直農法など実際の未来技術がそのまま展示されているため、単なるアトラクションではなくリアルな研究施設の一部のような印象もあります。想像以上にすごかったのでとても勉強になりました。次に向かったのは Journey into Imagination with Figment です。10時25分に到着、待ち時間5分でした。想像力をテーマにしたユニークなアトラクションです。フィグメントというキャラクターと一緒に音、匂い、感覚などを使った体験をしていきます。ディズニーの中でも少し変わった存在で、想像することそのものを楽しむというコンセプトです。次は人気ナンバーワンのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーコスミック・リワインドです。ここは10時47分到着、シングルパス使用で待ち時間なしで、スタンバイは60分でした。ディズニーの中でもトップクラスの完成度を誇るコースターで、今回のエプコットで一番衝撃的でした。ライドが回転するというのは事前に知っていたものの、実際に乗ってみると予想のはるか上を行く体験でした。発進した瞬間からまるで宇宙へ投げ出されるような加速です。しかも車両は進行方向に合わせて滑らかに旋回するので、視界が常に大迫力の映像のベストポジションです。こちらは建設中のコズミックリワインドのレア画像です。これに巨大な映像スクリーンがいくつも加わるので大迫力です。試乗後の感想ですが、ただ速いだけじゃなく、映像と音楽と重力が完璧に同期していて、まるでマーベル映画のクライマックスに自分が入り込んだようでした。そしてこの後11時30分からスペース220でランチを食べました。このレストランはエプコットの中でも特に人気が高く、予約必須のレストランです。専用エレベーターに乗り、地上220マイルにある宇宙ステーションへ向かうというイマーシブ体験ができます。You're riding aboard the Mark V Stellarator, the latest in space elevator design and technology. Today, you'll have a spectacular view of Florida and the eastern seaboard. Enjoy the arrival information. SV2, we are on our final approach. Roger that. If you look above, you'll see Centauri Space Station coming into view. Once we dock, gather your belongings and exit through the open airlock. A Space 220 agent will be waiting for you. SV2 cleared for arrival. Gravity generator. Perfect. Do we need a cocktail menu? Yes. Have you guys How's our day so far? Very good. That's good. That's good. Have we ever been in space before? First time. First time? Yeah. Look at that. First time for everything. Well, welcome to the Space Wow. Station. You guys are now 220 miles above Epcot. It's our title, Space Station. Have a good one. Step. 宇宙ステーションのスケールと作り込みが本気すぎて圧巻でした。本当に宇宙ステーションにいるかのような効果音もすごかったです。和牛のカルパッチョやニューヨークストリップステーキ&ジャンボシュリンプなどを食べましたが、料理も美味しくサービスもとても良かったです。和牛ビーフカルパッチョ、こちらがタコス。美味しそう。
ドッグストリップステーキミディアムレアとジャンボシュリンプで奥さんはパッタイ。美味しそうです。すごい。奥さんも大満足していました。ここは予約を取るのが困難ですが、個人的にはかなりおすすめのレストランです。雰囲気、お料理、すべてがハイレベルで忘れられない体験になりました。宇宙で栽培されている野菜です。これから地上へと戻ります。SB2, you are cleared for departure. Initiating descent in 3, 2, 1. Your journey back to Epcot will be a smooth and quick one today, so enjoy the ride. Epcot is now coming into view. When we dock, gather your belongings, exit through the open airlock, and watch your younger travelers. SB2 cleared for arrival. Air pressure normalized. Docking complete. We hope you enjoyed your visit to Space 220. 食後はワールドショーケースに向かいました。こちらが日本館です。そしてこちらがフランス館です。次はフローズンエバーアフターに向かいました。13時5分に到着。待ち時間55分でした。ノルウェー館にある人気アトラクションでアナと雪の女王の世界をボートで巡ります。エルサの氷の宮殿やアレンデールの街並みなど映画のシーンがそのまま再現されていて非常に完成度が高いです。特にエルサの歌うシーンは圧巻で最新のアニマトロニクス技術によって表情や動きが非常にリアルです。このアトラクションは常に混雑していて55分待ちでも比較的短い方です。次はレミーズラタトゥイユアドベンチャーに行きました。14時30分に到着。マルチパス使用で待ち時間なしでスタンバイは65分でした。フランス館にあるアトラクションで自分がネズミのサイズになってキッチンを駆け回るという体験です。3D 映像と実際のセットが組み合わさっていて巨大な世界の中を小さくなって動き回る感覚が非常にリアルです。ここでのポイントとしてライトニングレーンのマルチパスはこのレミーかフローズンのどちらかを優先するのがおすすめです。今回はレミーを選びましたが結果的には良い判断でした。最後は入り口付近にあるスペースシップアースに向かいました。15時15分に到着。マルチパス使用で待ち時間なしでスタンバイは15分でした。エプコットの象徴でもある巨大な球体の中にあるアトラクションです。人類のコミュニケーションの歴史をたどる内容で古代から現代そして未来へとつながるストーリーが展開されます。ゆったりしたライドですがエプコットのテーマそのものを象徴するような非常に意味のある体験です。今回のエプコットで強く感じたのはここが単なる遊ぶ場所ではなく世界と未来を体験する場所だということです。スピードや映像、音楽といった楽しさの裏側には技術、文化、そして未来へのメッセージが丁寧に織り込まれていました。広大なワールドショーケースを歩いていると
まるで1日で世界一周をしているかのような感覚になります。エプコットはまさに大人が心から楽しめるパーク。異なる文化や自然の素晴らしさに触れるたびに、この地球という惑星は本当に美しく、かけがえのない存在だと実感させてくれました。初日のアニマルキングダムが15,901歩、2日目のハリウッドスタジオが20,053歩、3日目のマジックキングダムが13,016歩、そして4日目のエプコットが16,309歩、合計65,279歩、距離にすると約 55km です。振り返るとなかなかハードなチャレンジでした。4日連続のパーク体験は正直50代の私たちには簡単ではありませんでしたが、お互いに声を掛け合い、励まし合いながら無事に目標を達成することができました。しかも今回は夫婦で出発直前に体調を崩した状態での渡米。決して万全ではない中での挑戦でしたが、こうしてウォルト・ディズニー・ワールドをコンプリートできたことは、私たちにとって大きな自信になりました。そして何よりも感じたのは、どんな時でも隣で支え合える存在がいることの大切さです。これからもお互いを思いやりながら、いつまでも仲良く手を取り合って歩いていけたらと思います。そしてこの美しい地球がこれからも平和であり続けることを心から願っています。次回はフロリダ西カリブ旅行 Day6 から Day13、世界最大の豪華客船スター・オブ・ザ・シーズ7泊8日をお送りします。バック・トゥ・ザ・フューチャーをはじめトルクなど圧巻のショー体験から、スカイスイートクラスの専用レストランまで豪華クルーズの魅力に迫ります。どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価やチャンネル登録いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。